皆さん、こんにちは。グレートメンチャンネルにようこそ。このチャンネルは、世界の偉大な人々を2人の女の子が楽しく紹介していきます。興味のある方はチャンネル登録とグッドボタンをオンにしていただけると嬉しいです。こんにちは、さくらです。ひなたです。今日は古代ギリシャの偉大な哲学者、プラトンについて深く掘り下げていくよ。プラトンって、ソクラテスの弟子だったんだよね。その通り、プラトンはソクラテスの教えを受け継ぎつつ、自身の哲学を発展させたわ。彼はイデア論で特に有名よ。これは、現実世界の物事は完全なイデアの不完全な模倣に過ぎないという考え方ね。イデア論って、なんだか難しそうだけどどんなもの？プラトンによれば、イデアとは永遠不変の究極な理想的形態のことを指しているの。それってちょっと抽象的だけど興味深いね。簡単に言うと、この世にあるものの本質は別の世界、イデア界に存在するという考え方よ。これを三角形の例で説明するね。三角形？それはどういうこと？三角形の定義は内角の和180度よね。でもこの世界で完璧な三角形を見たことがある人はいないの。なぜなら原子レベルで見ると線は点の集まりで角が存在しなくなるから。じゃあ私たちが見ている三角形は完璧じゃないの？そうなの。でも私たちは見たことのない真の三角形がどういうものかを知っているの。プラトンはこの真の三角形は異世界、つまりイデア界に存在すると考えたのよ。なるほど。この世のものは完璧な形を持たないけど理想的な形は別の世界にあると考える。それがイデア論なんだね。その通り、全てのものは現実世界とそれを超越したイデア界の二元論で構成されていると考えてたの。プラトンはこの考え方を様々なものに応用していて、これが彼の哲学の中心的な部分を形成しているの。プラトンの哲学って異世界とか漫画の世界みたいで不思議だけど興味深いね。そうね。さらにプラトンは洞窟の比喩でも知られているわ。これは人間の認識がどのように限られているかを説明するためのものよ。洞窟の比喩？それはどんな話？それは人々が洞窟の中で生まれ育ち、壁に映る影しか見たことがないという設定の話。洞窟から脱出した人だけが外の世界の真実を知ることができるというの。なるほど。私たちの認識がどれだけ限られているかを示しているんだね。本当にそう思うわ。プラトンはまた政治哲学においても重要な業績を残しているの。彼の著書国家では理想的な国家とはどのようなものかを論じているわ。理想的な国家ってどんなものを想像していたの？プラトンは哲学者が支配する国家を理想としていたの。彼にとって真の哲学者は理想的な支配者で、真理と正義を追求する人物だと考えていたわ。それが鉄人を思想ってことなのかな？プラトンは国家を理想的に導くためには究極の理想形を知る哲学者が最適な指導者であると考えたの。国家のイデアを知る哲学者が国を率いるべきだという思想よ。なるほど。哲学者が国家の指導者になるってちょっと想像しにくいけど。確かにね。プラトンは民主政治では理想的な国家は実現できないと考えていたの。なぜなら政治家は選挙に勝つために民衆に媚びる必要があるから。そのため理想的な国家を実現するのは難しいと。じゃあプラトンはどういう国家を理想としていたの？話が繰り返しになるけど、プラトンにとって理想的な国家は鉄人王ってことね。真の理想国家を知っている人物が民衆の意見に左右されずに国を導くべきだと考えたのよ。それって今の時代にはなかなか難しい考え方だね。そうね。でも当時の哲学者が政治に与えた影響は大きかったの。プラトンの思想はその後の西洋政治思想に大きな影響を与えたわ。プラトンの哲学って本当に多面的だね。他に何か面白い話はあるかな？実はプラトンにはアカデメイアを設立したという大きな功績があるのよ。これは西洋の最初の高等教育機関とされているわ。アカデメイア？それはどんなところだったの？アカデメイアはプラトンが自分の哲学を教え議論する場として設立した学園。ここでは数学、哲学、天文学など様々な学問が教えられていたの。プラトンがそんな学園を作ったなんてすごいね。そうね。さらにプラトンは恋愛に関する哲学も持っていたわ。彼は魂の愛という概念を提唱していて、これは純粋で霊的な愛の形を指すのよ。魂の愛？
それってどういう意味なの？プラトンによれば、真の愛は肉体的な愛を超えた魂のレベルで結ばれるもの。この考え方は後にプラトニックラブとして知られるようになったわ。プラトニックラブの起源がプラトンだったなんて、なんだかロマンチックだね。本当にそうよ。プラトンの哲学は愛や美、真実など人間の根源的な問題に深く迫っているの。彼の思考は今日においても多くの人々に影響を与え続けているわ。プラトニックラブか。本当に哲学って奥が深いね。皆さんはプラトンのイデア論についてどう思いますか？今日はここまで。また次回、新しい哲学者の話でお会いしましょう。本日は最後までご視聴していただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。